Вот заезжайте на парковку, не надо здесь стоять. 何ここで立ってんのって言われた。ねそれがロシアのおっさんのロ性シアのおっさ格です。んなんかさ、本当にこの冬のデコレーションめちゃめちゃギラギラにしてるよね。どれだけお金使ってるか全然わかんない。お金を持ってゼロポイントのとこを立って願い事を持って後ろに投げるの。レニーのお墓ね。地面に入れなかったから今でも普通にまあその体がそのままお茶お茶400ミリリットル600ルーブルです。え1200円。やばい見て見て、プーチンの飴だよ。大統領の変なの。1月のモスクワ、太陽を拝めるのは月に一度あるかないか。人々が寒さと暗闇に耐える中、赤の広場だけが異常な熱気を放っている。経済制裁、インフレ、増税、生活の足音は重くなっているはずなのに、街はこれまで以上にギラギラと輝き、ドーナツ一つに800円の値をつける。今日はこの光り輝く違和感を毒舌なロシア人女性と一緒に歩いてみることにした。9時で明るいのが幸せ。そう1ヶ月前にさ、3時にもう暗いじゃん。電気つけないといけない。今は4時に何かが見えるのはすごい。ちょっと日が長くなった、そ現在のモスクワの天気です。うなんか煙っぽいね。煙っぽいね。普通はそんなに灰色じゃない。なんか随分景色悪いね。なんかよく見えないし煙っぽいね本当に。じゃあやっぱりロシアの冬はロシア人も好きじゃない。もちろん好きじゃない。でもモスクワはまだマシだよ。私はヤクーチャに行った時に、シベリアにあるそこではマイナス37度だった、めっちゃ寒かったよ。マイナス37、日本人は想像つかないで、結局すごく寒くて、モスクワに戻ったら、なんかモスクワのマイナス2とかは何これマルディビじゃんって思った沖縄みたいみたいなマイナス2度が沖縄みたいな。何それってでニューイヤーの近くになったらヤクーツクはマイナス55だって。ありえない。どうやって生きてんのかわかんない、最後に残れるような温度だと思うんだけど、マイナス55でもみんな困ってるけど、誰も死んでない、これは何ですか？これは政府の建物ですよ。政府の建物、ホワイトハウスって言われてるよね。ホワイトハウス、そうそう。まあロシア語でベリードン。ベリードン、そう。何が起きたところ？1993年に軍車が来て、ソ連崩壊が91年で、93年にはイエルツィンと違う政府の人たちが喧嘩しちゃって、結局軍車がそこの建物まで来て、すごい争いになっちゃった。死んだ人もいるし。なるほど。イエリツィンがそこでなんかリーダーシップを発揮して収めたんだよね。そうというわけでクレムリンの前に着きました。クレムリンっていうか赤の広場っていうか、今見えてるのがフォーシーズンホテルっていうめっちゃくちゃ高いホテルです。この赤い建物の向こう側が赤の広場っていうね。そう、これはГосударственная Дума。これ衆議院。衆議院、そう、これは衆議院です。でさっきのホワイトハウス、ベリードームに関してはあれはあれでしょう、内閣府みたいな、まあミニスターたちがいるところだよね。そう、そこはそう。あれなんかおじさんが止めようとしてる。Вы хотите на парковку? Вот заезжайте на парковку, не надо здесь стоять. いやだって車がさここでずっと止まってるから俺も止まってたのに何ここで立ってんのって言われた。ね、なんでそこで待ってんのって。いや目の前に車止まってるから。それがロシアのおっさんの性格です。ロシアのおっさんなんかさ文句つけるのが好きだよね。そうね、めっちゃなんかちっちゃいことで文句言ってる。それがすごいロシアのメンタリティ。それで自分が偉いっていうことを見せつけたいみたいなところ、そういうこと？しかも仕事しているふりをしてるから。そういうことね。普通に立ってるだけじゃなくて、なんか言ったからまあ一応仕事はしてます。そういうことだね。パーキングは普通のパーキングです。そうだね。まあでも綺麗な方、かなり日本で言えば皇居の目の前のパーキングだよね。というわけでやってまいりました。今日のファッションはロシアのテーマ。今日はマイナス15度か20度だから普通に暖かい洋服。普通に暖かい洋服。
この上の服に合う帽子を探してたらこれしか合わなくて、それしかなかった。結局私ソ連の女の子みたい。いやめちゃくちゃもうロシアのニュースレポーターみたいな、ね、本当にこの冬のデコレーションめちゃめちゃギラギラにしてるよね。モスクワはすごくそれに夢中で、どれだけお金使ってるか全然わかんない。すごいあまりにもやりすぎっていう感じもあるよ。いや俺もそれはね思ってた。でそんなに必要って、それよりもなんかインフラストラクチャーとか経済良くなるようなことやってほしいなって思うね直接、そうでもこの飾りはロシアのイメージの大切な部分だって思われてるから、リッチに見せる、経済の調子が良さそうなイメージを作ってるんだろうね。観光客はリョグラとかには行かないから本当のロシアを見れないし、だからこの飾りを見てロシアは最高だって思ってください。ここねお金を持ってこうやって0ポイントのとこ立って願い事を持って後ろに投げるの。そうするとこうやってね中2の時におばさんとここで散歩してて願い事があったの。モスクワ大学に行きたいですって。でモスクワ大学のこと全然何も分かってなかったけど、結局その願い事がリアルになってちゃんと願い叶ったんだ。叶ったよ。素晴らしい。この0ポイントっていうんですけど、ここモスクワの中心という意味ね。はい、願い叶いました。なんでこんなところにゴミ箱が。ボロい汚いゴミ箱がモスクワのすごい中心にあります、右を見るとすごく綺麗なんだけどこのゴミ箱を見るとそういうところ本当のロシアを見れる。これが赤の広場ね。今なんかちっちゃい店がいっぱいある。これは何、クリスマスからやってるの？そうそう、12月の上旬から冬が終わるまでやるんじゃない？もうなんか顔がめちゃくちゃ冷たくなってきたんだけど。今はマイナス16度。この音楽ダサいよこれいやロシアっぽいじゃん。ロシアっぽいけどなんかダサい方。これねロシアで今すごく人気になっている女性の歌、大人気の時代が私のおばあちゃんが若かった時だったんだけど、今も急にまた人気になっちゃって。古い歌が今また急に人気になった。そう18歳の人たちが今これ聴いてんの。面白い。なんか急にロシア、トラディショナルスタイルに興味が高まって、今この女性のコンサートのチケットすぐに売り切れちゃう。トラディショナルロシアが今若者に人気なんだ。そう。これは何？これは一番有名なスケート。スケート場ね。そう。普段はないけど、この冬だけ特別に冬だけ特別に。これね、赤の広場だよね。そう。俺赤の広場ってさ、なんか地面も赤いイメージだったんだけど、地面は赤くないの？地面は赤くない、しかも最初に赤広場が建てられた時に何世紀だか覚えてないけど16世紀かな17世紀、これは白かった。この壁も昔は赤じゃなかったんだ。そうそう。じゃあ共産主義になってから赤にしたの？多分ね。多分。これはレニンのお墓ね。レニンを見れるとこです。地面に入れなかったから、今でも普通にレニンの死体がそのままチケットを買って入れる。私行ったことあるんだけど、特に面白くなかった。普通に人形みたい。人形みたいなのが。しかもあんまり近く行けないから、あんま何も見れなかった。なるほど。この赤い壁の向こうは何がある？教会？教会と政府がたまにいるとこ。そうだよね。プーチン大統領が仕事してるところだよね。たまにね。たまにね。たまに来るとこ。何これ？なんか遊園地みたいになってる。メリーゴーラウンドなんかもある。これはポンチキっていうのはドーナツ。値段は420ルーブル。3つで420ルーブル。3つで420ルーブル。約800円。やばいね。で、マイナス15度の中みんな外で頑張って食べてる。頑張ってたって。いやそういうなんかあれでしょ、伝統みたいのがある。伝統はない。普通に中空いてたらポンチキとかでも。笑ってる笑ってる。Привет, Япония.
なんで私たちこんな寒い中外で食べてんだろう。ロストフ。みんなプリエって。ああ、だからでもやっぱりモスクワに来てこれを食べるのが一つの象徴的な。いや、聞いたことない。聞いたことない。特徴でもない。これは？お茶。お茶400ミリリットル600ルーブルです。600ルーブル？1200円。やばい。1200円。200ミリリットルでも450ルーブルだから約900円。ただのジュース。しかも美味しくないかもしれないの。いや美味しくなさそうだよ、悪いけど。誰が何を作ってるのかわかんない。いや本当観光客ぼったくり価格という感じだね。今日は寒いから人があんまりいないね。普通はもうちょっと多い。いやマイナス15度なのにこんな人いるのびっくりだけど、俺としては。100ルーブルどう？出発チャップス、飴が1個200ルーブル、飴1個400円だって。4円じゃないの？見て見て、プーチンの飴だよ。プーチンの飴？ああ、大統領の飴です。変なの。トウモロコシ1個いくらなのか。400ルーブル、400ルーブル、800円。トウモロコシ1個800円。はい。これ田舎だったら50ルーブルとかそんなもんだよね。これはボイヌイっていうのはロシアのクレープみたいな。こちらが入った850ルーブル、1600円ぐらいかな。100グラムだよ。100グラムっていうと多分ね、これ一つ。やばい。やばい。あ、遊園地だ。遊園地。こんなに寒いのに遊園地に乗ってる。さあ、子供たち大丈夫あれ？だって顔冷たくてさ、これ途中で帰れないし、でもなんかビデオ撮ってるよ。しかも一人手が出たままビデオ撮ってるから。強い。何これは？こういうのを作ってくれるって。ドーナツ3つかこのコインどっちか選ぼうって。何を選びますか？俺はドーナツかな。私もドーナツ。じゃあ行こう。はい。私は。バーリ、あれは何？これはサボール・バシリア・ブラジェンナワと言います。聖ワシリー聖堂ね。そう。誰が作ったんだっけ？イワン行政の時に建てられた。16世紀の16世紀終わりぐらいに。なんか面白いデザインだね。そう、その時にはこういう建物がなくて、すごく人気になった。変わってるから。今ね別のカメラで撮ってるんですけど、どうしてかっていうとさっきまで撮ってた携帯ね iPhone が、寒さで死にました。携帯ね冷たくなりすぎるとバッテリーが効かなくなるんで、そういう状況なんですけど。でこれは何？これデパート？デパート。めっちゃ高いブランドがあるデパート。みんなここで物買うのかな？全然買わない。買わないよね。絶対誰も買わない。観光客もちょっと見て歩くだけの人がほとんどだよね。そう、写真撮るだけ。ただの飾りです。ただの飾り。ここに来てる人はみんな観光客で、富の象徴のようなデパートを後にし、外国から来てる人とロシアの地方から来てる人、1200円のお茶飲み、このデパート、普段来ないよね。全然来ない。キラキラしてて、このきらびやかな光が出るとき、綺麗だね。素顔のロシアがニューヨークだからやっぱ綺麗にしてると引きたスマホをポケットに押し込み、僕らはまたこの矛盾だらけの街を歩き始める。不思議な形をした。これは何？クリスマスツリー？これも面白い。本当だ、白。変なクリスマスツリーがいっぱいある。なんかクリスマスツリーのとか、電池があった。めっちゃ綺麗なツリーでいっぱい。これは綺麗だね、なんかクラシックスタイル。この小さい光がすごい好き。可愛い。これが有名なアイスクリームね。このグムっていうデパートでこのアイスを食べるのが、本当だ、中国語書いてある。We apologize for temporary inconveniences. Bank cards are temporary. 銀行カードが今使えないって。現金だけ？なんでここは安いね、150ルーブル。まあね、観光客いっぱい来るからね。カーペットも変えられないの？こんな綺麗なツリー立てられてるのにカーペットが汚い。カーペットがこんなにボロいのはちょっと味見。バーリは厳しいね。
さすがロシアの宣伝担当。あ、みんな並んでるんだね。ここでなんかアイスクリームを食べるのがスタンダードっていうか観光名所みたいになってるんだね。というわけで、これがまあ赤の広場とその中心にあるデパートですね。観光名所。歴史あるデパートに並ぶ誰も買わない高級品、そしてその足元にある汚れたカーペット。観光客に見せるための最高なロシア。その裏側で僕らは高いトウモロコシをかじりながらこの奇妙な均衡の中に生きている。次に太陽が出る頃、この街はどんな顔をしているだろうか。プーチン大統領の仕事してるところでしいやー、いつもは違うとこにいるんょ。だよ。大体違うところにいる。ここにはたまに来る。そうだね。これは一番有名な教会。あの奥にあるやつね。すごい大きい教会だよね。そう。これさ、一回壊したんだよね。これね、ソビエト時代プールになってた。もうプール？全然教会がなくて、これはプールのへ道だった。